もうそれ以上の準備はありましたね。それが結果を持って、そして大使館からもらった書類を持って飛行機に乗りました。なんか要約しないと空港から出ることができないんで、すでに勉強している人もいると思いますけど、早く日本に来たい人も日本に来るかどうかとまだ悩んでいる人にもおすすめすることが私はラランド・ティトーンと言います。フランス人です。私は10月の15日に日本に来ましたんですけど、もともと10月初めから来る予定でしたんですよね。で、日本語を勉強する予定でした。日本に来る前に日本語を勉強したかったので学校のオンライン授業を受けていました。それでもすごくいいと思いましたがやはりちょっと大変でしたんですよね。なぜかというとフランスと日本ってすごく遠いんじゃないですか。遠いということは時差がありますね。その時差のせいで朝2時から授業スタートでした。すごく大変でした。それは大変でしたね。慣れたんですね。それはいいポイントでしたね。準備としてはもちろん日本に来るための普通の準備もあったんですけどもうそれ以上の準備はありましたね。それがPCR 検査を受けることでした。フランスを出る前に72時間の間にPCR 検査を受けなきゃいけないことになってましたので、その検査の結果を持って、そして大使館からもらった書類を持って飛行機に乗りました。それあるんですけどなんていうかいつもより大変ということはあるんですけど、学校私が一人でやったというわけではないんですね。先生がすごくサポートしてくれましたので一人ではやれないっていう気持ちはありましたけど、一人だったというわけではないんで学校のサポートのおかげで無事に日本に来ることができました。はい、日本に着いてから空港に入って抗体検査を受けて、そしてその検査の結果を待って、結果が出たら入管に進めましたね。でその入管に着いたら入管の人に結果証明とフランスから持ってきた書類とパスポートを出して、その3つ出したら入管の人が確認してから在留カードをもらいました。そうですね、ちょっとかかりましたね。私がまだラッキーの方だったので少ししか人がいなかったんで2時間がかかりましたけど、もっと空港が混んでいたらすごく時間がかかりそうな気がしましたね。私は疲れてましたのでだいぶ寝てたんですけど皆さんがまた同じ状況になったらぜひ日本語の勉強をしてくださいね。そうですね、すごく大事な点なんですけど、大事なことなんですけど、使えないんで専用のハイヤーか学校に依頼するしかないんで、絶対に要約してくださいね。なんか要約しないと空港から出ることができないんで
最悪の場合には入管の人が国に戻ってくださいというので注意してください。本当に注意してほしい。日本に来る前に車とかの予約をしてほしいんです。聞かれましたね。しっかり入管の人が、確認をしますので、部屋とか移動できない部屋がない場合も移動できない場合にもすごく大変なことになりますので注意してください皆さん。そうですね、必要でした。2週間の間にお家を出ないままに過ごしましたね。もちろん出なきゃいけない時はあるんですけど、ご飯を買いに行くとかそういう場合は、マスクをして早く近くのスーパーに行って買い物をして帰りましたね。それと、毎日学校と連絡をして健康のチェックをしていました。そうしてましたけど、毎日お弁当とかが少し辛かったんで、私がAmazon Fresh というサービスを利用していました。それがネットで注文してお家まで食材とかが届けるようなサービスですので、すごく便利でしたし、お家を出ないまま出ないように使えるので、すごく助かりましたね。そのままご飯作りましたし。そうですね、とても便利でした。誰にも合わないですね。私は日本にちょっと長く住んでいましたが、私がずっと思ったことが、日本人がちゃんとルールを守っているので、コロナの時にもそうなるんだなって思ったんですね。で、日本に戻ってから、全くそういうことでしたね。日本人全員ルールを守っているし、しっかり消毒とかしてますし、安心ですね。やっぱり自分の国よりちょっとなんていうか、安全な気がするね。はい。あと学校でも消毒とか検温とかちゃんとしてますので、あと全員マスクしているし、学生とか先生もちゃんとマスクしてますので、すごく安全ですね。そんな気がする。不安はないんです。皆さんこんな動画を聞いてましたので、すごく日本語を勉強したいと思うし、すでに勉強している人もいると思いますけど、早く日本に来たい人も日本に来るかどうかとまだ悩んでいる人にもおすすめすることが、学校に相談してみた方がいいと思います。なぜかというと学校の先生がみんなすごく優しいんですし、質問に答えられるので、ネットを使って学校のホームページを見て、そこから簡単に相談できますので、ぜひ相談してみてください。そうですね。まだちょっと飛行機に乗るのがちょっと怖いとかって思っている人がいたら、日本に来なくても日本語の勉強ができますので、何でも相談してみた方がいいんですね。先生もありがとうございました。そして皆さん最後まで動画を見てくれてありがとうございました。さようなら。アレサリュー。